その教えが良かったのか悪かったのかを知るのって、その瞬間じゃないじゃないですか。うん。10年後、あの先生が言ってたことは本当だったんだ、みたいになって初めて、うん。あの先生は実はいい先生だったんだ。こんにちは。こんにちは。視聴者に求めるもの。指導者に求めるもの。背景は、今は幼稚園やってますし、幼稚園で、幼稚園の先生という、指導者がいます。で、同じように、いろんな習い事を探すにあたっても、指導者重要だと思うし、あと別に子供とかだけじゃなくて自分たちも、やろうと思うと先生とかに指示する必要があるし、で、指導者大事だよねって言うけれども、じゃあ、いいという指導者って何なのみたいな話ですね。そうですね。我々も結構指導者にやってたりしますもんね。そうですね。ヨガ先生やってますね。とか、あと、プッシュの先生もやってるし。プッシュの先生やってますね。ね、デザイナーのデザイナー、仕事でデザイナーなので、デザイン講師をオンラインでやってたこともあるし、あと、スポーツ系の。スポーツ系、そうだね、スカッシュインストラクターは昔、でもこれは若い時なんで、今で言ったらデザイナーだから、やっぱり、ジュニアのデザイナーの指導をしなければいけないとかいう時もあったし、あとは最近は英会話会とか開いてる関係で、英語の勉強の仕方とかもたまに教えたりしてますね。その上で。どうですか？最近、私もいろんなところに、小中学校のプッシュ講習に行ってるんで、いろんな先生に出会うんですよ。で、ほんと様々な先生がいて、なんとなくこの先生はちょっとなっていうのが肌感でわかるようになってきたんです。でもそれ言語化できなくて、じゃあ逆にいい先生どういう先生っていうのもちょっとまだ言語化できなくて、人気があるっていうだけがいい先生かともまた違うし、どうですか？好かれる先生はいい先生か、割と面白い視点だと思ってて、ちょっとここだけで言うと自分は好かれる先生は必ずしもいい先生とは言えないけれども、でもかなりいい先生である可能性は高いなと思ってるね。要するに全く関係なくはないと思ってるな。だからやっぱり生徒は、確かに怒られるよりも褒められた方がいいけれども、やっぱり本当に当たり障りのない、要するに生徒と衝突するのが嫌だからって、適当にハイグラ走ってるみたいな人間は、そのうち絶対分からないって。そうね。どんな小さくてもね。そう。だから、本当に怒るべき時は怒ってくれる先生の方が、最終的に自分の役に立ってるって生徒も分かると思うね。それは、中学生ぐらいだったら確実に分かるけど、それが幼稚園生で分かるかどうかっていうとちょっと微妙なんですけどね。でもほら、喧嘩してる時に仲裁に入ってきてくれたら、どっちがいい悪いとか言うんじゃないけれども、とにかく自分の味方になってくれるかもしれないみたいな、助けてくれてる感は伝わるんじゃないかな、幼稚園生ぐらいで。なんで、戻ると、自分はなんで、好かれる先生は、8割、9割いい先生なのかな、とは思っている。じゃあ、好かれる先生で、いい先生じゃないってどういうことですか？やっぱりまず、いい先生とは何かの定義がないまま話してるから、ボケそうな感じするんだけど。じゃあ、いい先生の定義と。ここですよね。結構今学校の先生的な話になっちゃっててね。もうちょっとこのピアノの先生とかって割とこの接点の小さい先生もいるわけじゃないですか。あと、プロフェッショナルなね。いい先生は、やっぱり軌道修正をしてくれる先生だと思うね。自分の人生とか自分のスキルが行きたい方向へ向かうための軌道修正をしてくれる人がいい先生だと思うの。ちょっと足りないな。軌道修正してくれる、プラス、自分の持ってない視点をもたらしてくれるから、この二つがないとダメだな。っていうのが、いい先生だと思ってて、と思ってます。自分が行きたい方向っていうのが、ブレるじゃない。そうだね。だから、そこがちょっと難しいんじゃないかなとは思うけどね。だから、ブレるのはなぜかっていうと、現実は分かってないからでしょ。で、例えば、10代の選手が、俺はサッカーで生きていくみたいにサッカーで学びたいっていう時に、
大人だったら分かっているサッカー選手になった後の20歳、30歳とか40歳の人生がどんな感じになり得る可能性があるのかっていう視点を持ってないからブレるんだと思うんですよね。だからそういう視点をもたらしてあげるという意味のが決断するための、大きな助けになるのかなと思ってて、より本人が行きたい方向に向かって正しい決断ができるようになるべく正確な情報を与えてあげるっていうのも指導者の役割なのかなと思ってます。圧倒的な情報量は必要ですね。そうなるとね。押し付けなければいいかなと思うね。やっぱり指導者も全てを知ってるわけではないので、自分の経験からはこういう人が多かったとか、今のデータからはこういうふうにあるよみたいなのが提供できればいいかなと思って、どうですか？で、ちなみに悪い指導者はなんかある？だからこういうのは良くないんだよみたいな。自分はあるんですよ。悪い指導者、これはもうダメだなって思ってるのは。で、ちょっと聞いた話なんですけど、ちょっと結構近くにそのスクールがあるんですよ。で、そこのスクールの先生によって、気持ちよく練習できるみたいなスクールレッスンをやろうとしてる。ただし、上手くならないようにしてる。上手くなるとレッスンに来なくなっちゃうから。悪い先生っていうとなんでかっていうと結局、あと違う言い方をするんだったら、生徒の上達ではなくて、自分が教えることを目的としている先生はダメだなと思ってるね。というのは、本来は僕らは自分の上達のためにお金を払ってるじゃないですか。でも、どれだけ上達したかって数値化できないから、なので、教えた時間にフォーカスしちゃうと、どうやって教える時間を教えてみせようかみたいな方向にフォーカスしちゃうんでね。だからそっちにフォーカスしちゃってるとダメだな。で、これは、単純に先生が無意識にそうなっちゃってる場合もあるし、さっきの最初の例みたいに、もう完全に計算し尽くした上で、うまくしちゃうとレッスン来なくなっちゃうから、うまくならないけど楽しめる時間を、みたいな感じのもあり得るなと思ってて、これが、自分たちが最も陥りやすい悪い先生にはまっちゃってるケースかなと思うね。でも私は、その悪い先生って言ったのは、別に悪い先生と思わないんだけど。私なんかはほら、ちょっと高齢者向けのヨガとかやってるから、もうできないポーズとかたくさんあるのね。で、もちろんそのバージョンダウンしたやつを教えるんだけど、それでもできないとかもあるの。だけど、もうこの場の空気でやらなくてもいい、座ってたそのまんま、ただ呼吸してるだけでもいいとかまで落とすんですね。でもそうすると、じゃあ今やってるポーズ全然やらなくていいじゃんになっちゃうんだけど、できる人はやる。できない人はやらない。で、もう分けてやって、でもなるべくできない人もできるようなポーズって思って考えてやるけれども、それをあまりにももっとこうしないとここの筋肉使ってないみたいな感じであんまりやるのも、もうなんか違うかなと思っている。ということは、楽しい時間を過ごせればいいと思ってる。ということは最初の先生の定義がそもそも違うと。先生は、軌道修正も、軌道修正と視点を持たすだけじゃないですね。上達が入ってないですね。上達と軌道修正と自分の持ってない視点をもたらすが、自分はいい先生の定義だと思ってるんだけど、じゃあそうじゃないと。必ずしも上達にものすごくこう熱心にする必要性もないかな。ここに別にものすごく熱心とは言ってないです。上達に貢献するとしか言ってないです。そうですね。そう。だから自分のさっきの例が良くないのは、上達を止めようとしてるんですよ。先生が意図的に。それは良くないかな。だから今の自分の中でできる範囲でのちょっと頑張ろうをやってみようねっていうことですよね。でも指導者に求めるものに、最初何からこっち言ったんだっけ？定義です。定義。その前に何かがないから定義ないとダメだよねみたいに言ってたのは、なんだっけ？悪い先生？そう。で、そうだ。それで、なんでそう言ったかっていうと、なんで好かれる先生は必ずしもいい先生じゃないかっていうと、結局、先生の下に来た人間って、その教えが良かったのか悪かったのかを知るのって、その瞬間じゃないじゃないですか。10年後、先生が言ってたことは本当だったんだ、みたいになって初めて、先生は実はいい先生だったんだ、みたいに思うわけですよ。いいに変換されるまでにこのタイムラグがあると思うんだよね。下手したら10年、20年あると思うんですよ。
あの先生の言葉はこういう意味だったのか、みたいな。なので、好かれる先生イコールいい先生じゃないっていうのは、好かれてない、まあ、例えば9割方っていうのは 10% は、今まだ嫌いだけど、10年後、いい先生だに変換される可能性があるっていう意味で。あ、はい。それはあると思います。うるさいし、もう本当にもうことあるごとに怒鳴り散らしてて、もう嫌なやつだったなと思うんだけど、言ってること本当だったとかね。あ、それはあるね。さっき言ったように、それの言葉が自分の心に染みついてて、すごい嫌な先生だと思ったけど、あの先生がある人生のターニングポイントで、その先生の言葉を思い起こして、軌道修正される。自分の人生が軌道修正されるとか、みたいなことは全然あり得るかな。ちなみにそういう先生いらっしゃいました？いません。いろんな習い事もして、大学もまで学校行って、一人もいないんですか？だから自分が先生でいいなと思ったのは今のダンスの先生だけですね。今のダンスの先生がいいのはやっぱり上達に明らかに貢献してくれるっていうのがいい。すいません、本当に学生時代もないんですか？ない。小中高幼稚園で自分はこれを言うとなんか自分が悪い先生に出会ってたのかなとか聞こえるかもしれないですけど、多分そんなことなくて、多分軌道修正する必要がなかったからこうだったんだと思う、今思うと。要するに悪い先生だったという思いもない。だから要するに、そもそも自分がもともと結構、軌道修正能力が結構高くって、まあ多分、適応能力が高いみたいな言葉になるのかな。高かったから、多分先生としてはね、例えばクラスに40人とかいるわけじゃないですか。あまり自分は、ほっといても大丈夫な人間だみたいな認識を、今までの先生はしてきたんじゃないかなと思う。だからそういう意味じゃ、いい先生じゃないわけではなくて、すごいよね。だから先生としてはそれは正しい処置をしてるんじゃないかなと思います。一人もいないんですね。どうですか、逆に。いや、もうそんな目白押しですよ、私の周りの先生たちは。あ、いい先生ばっかり。いい先生だけではないけど、まあもちろん嫌いな先生も目白押しだったし。だからそれは道を外れてたからでしょ。だから道を外れてた人には確かに軌道修正しなきゃいけないから、それはやっぱり先生ってすごい大きな役割を担うかなと思うんだけど。だから大人になって、先生いい先生だなはたくさんあるかな。何がいい先生と悪い先生を分けてるんですか？まあ悪い先生で言うとただの暴力教師だったっていうのはいたけど、まあ我々の時代いたじゃない。もう市内持っててとかもさ。要するにあれですね。ただ自分の先生という立場で感情的に権力を誇示しよう。まあこれも先生ありがちですね、男だとね。まあしょうがないですよ。なんか権力を持つとみんなそうなるんですよ。ね、でも自分が思った気をつけって言った瞬間にみんなピシッてなるのが多分気持ちよくなっちゃうんだと思うんだけどね。そういう先生もただいたけど、そうじゃなくていい先生は、まあ私がちょっと進路に悩んでた時に、2% になれって言ってくれた。98% は、進学なんだけど、私はもう大学行きたくない。就職したいっていうのも中学の時に決めてて、そしたら、でも自分の行きたい高校は 98%、進学だったから、もっと商業高校的な方に行った方がいいのかなみたいな相談した時に、じゃあその 2% になれって言ってくれた。いいじゃないですか。そう。だからそれは社会に出ても 2% になれっていうのはずっと覚えてる。そうですね。あとはまあ、がっつり家の中に入ってきた先生とか。それはどっちなんですか？いい先生なんですか？悪い先生ですか？いや、もう、光景というか、は、もう一生忘れられないですよね。いい先生だと思います。いいじゃないですか。だから私はまあいろいろあったからね。そう、だからこの軌道修正するところにちゃんと軌道修正のために動いてくれる先生っていうのはいい先生でしょ？そうですね。でも今悪い先生も2つ出ていても本当にやっぱり立場に固執して、権力を溺れちゃう。まあこれ先生に限らないですけどね。立場に固執して権力に溺れるなんて。上司あるあるですけどね。そんなんで素晴らしい人間一人もいないと思うんですけどね。上司社長あるあるだと思いますけど。そうすると今の幼稚園の先生のところはどうですか？とてもいい先生と思います。はい。はい。というわけで皆さんの良い指導者に関する考え方とかご意見あれば、
質問ご意見があれば、お待ちしております。はい。チャンネル登録、いいねお願いします。バイババイバーイ。ーイ。